初手天元に打つのなかなかね有力なんですけどね、この時にここに打つのが、まあなかなかいい手で、こっちに打つとちょうど、これがというお話でしたね。2箇所で白に地を取られると大変なので、いろいろあるんですよ。こことかあるいはこっちにずらすとかね、いろいろありますけど、こっちに打ってる方がこっちに打つよりは良さそうなんですね。そして先ほどはこのようなそうですね手順でしたね。こう打って、これも一例でもいろんな打ち方があると思います。はい。こうつけることになれば結構ここが大きくなって、でなかなかここも入れないし、こっち側もね深く入るのは危ないので、このぐらいと、そんなもんで、このようになればね、この黒もなかなか立派なのです。で白がで下がりですね。ここに普通に寄せると白がそうですね、そういう手だと、これはこうなんですよ。これよく間違えてこうやる人いますけどね、これ切れちゃって。当たりですけど大丈夫なんですか？これよく間違える人が多いのね。こうやって取ってここに打って、これつなぎますか？つなぐとこれでね4つ取られて、これもいっぺんに負けてしまいますからね。このね斜めが続くと危ないんですね。そうですね。これはこういうふうにやるの。今度白の方が調子に乗ってもう一個いくと、どんどん行きたいですね。行って大抵の人ついちゃうんだけども、そうですね、これ切りありますね。なんだけどここでこの白の形隙があるんですね。こういう手がこれは遮りますと、こうなるとこの石がもうアウトですね。逃げても取られちゃいます。だからね、これ9路盤なんだけど、大きい盤にね19路盤に応用が非常に効くんですよ。こういうね9路盤でこういうところをよくね練習しておくと、大きい盤で打った時ね楽ですからね。ということで、だからこれでこういう感じで、それは穏やかに、もう寄せですね。もし穏やかにこう打った場合に白はそこ行けないから、じゃあ戻りますか。これ当たりして、してつないで、それでここに打って、これね、これは守らなきゃいけないんですか？もう小さい盤だとすぐここが手があるかどうかっていう問題がすぐ出てきてね、斜めって外側が詰まってる時っていうのは結構危ないことが多くてね、ほっとくとここに来るね、で当たりなんです。つなぎます。でこういうふうになって逃げますと、これが取られて先に白が取られますね。こういうところのね勉強にすごくなるんですね、9路盤ってね。鍛えられますか？ここはこうつながなきゃいけない。こうなると、これ字数えてみますと、白が21目です。黒は何目ありますか？ちょうど30ですか？そう、黒が30目、白が21目、なので黒9目、なので6目半引いても2目半黒勝ち。これ普通にねこういうふうに寄せただけでは白が勝てない格好なんですね。それでは先ほどはこちらですとちょっとなかなか足りなかったということで、じゃあもうちょっと頑張ってみますか。いや、それが一番厳しい手ですね。これね、こうつないで渡りになっちゃうと、こういうふうになってこうなると先ほどとは随分見違えますね。さっきで何目でした？さっきは2目半ですよね。黒2目半の勝ちですけど、これなんか10目ぐらい違いますよね。さっきとね、白地が増えて黒地が減ってます。これ黒負けですね。なのでもうこれに対してはもうこうやらなきゃしょうがないと。こういうところから戦いが始まって、これはねいろんな碁の中のほんの一例ですけれども、いろんな戦いがあって面白いですよね。そしてこちら狙っていきますか。そんなところなんかあるのかなと思うのですが、なかなか強烈なんですよね。これこうやって、これはねもうこれが危ないからこっち打ってるわけにいかないんだよね。これは攻め合いですが、この2つが当たりで取られてしまいますから、これ取るようしょうがないですね。となると一回これを決めます。これが当たりですのでつなぎます。この白も危ないんですよ。この白ここしか狙える場所がないですかね。それがいい手ですね。これもしつなぐとこれは切って、この4つが取られますね。
だからこういうね戦いのエッセンスがね、この9路盤の中に詰まってるんですね。いやーですまあじゃあこれね。は告げないからもう捨て石でいきましょう。こちらから、取りまして、でまあ当たりに、つないで、じゃあこういうふうにいきましょう。ちょっとここの切りがやはり怖いですね。そうなんですね。これねこうなった時に、まあ結構いい勝負に見えるから、例えば跳ね継ぎとか、はいね、これやりたいでしょこれ。はいこうやってもし繋いでくれればね、随分先手で得できる。普通はこういうところは危ない斜めに5用心なのですが、ここは危ないんですよ。はい。これはこの瞬間にね、こうやって、つなぐと、これね、相手の弱点を狙えるようになると強くなりますよ、はいこうやって。これはでもこっちに行くとダメなんですね。これ取られちゃう。はい。ということは白はもうここに打つしかない。打つでしょ。はい。この石は逃げられないんですよね。はい。逃げられないんですけども、捨て石っていうことがあるんですね。だからこういうふうに打って、取ると、まあ当たりも打ってきますから。はい。これはしっかりつなぎましょう。はい。なんだか難しい学校になりましたよね。なりましたね。 1、2、3、4手です。こっちは1、2、3、3だけど、ちょっとしぶとい格好してますね。そうですこれね。していきましょう。ここで1、2、3手対1、2、3、4。ちょっとじゃあ逃げていくと、でもまあ押さえておいて詰めてみましょうか。はい。でこういうところを詰めていって先によく見るとこれが当たりです当ね。たりになつないってこでもうやってこうなるからじゃあこれ当たりに惜したら、しいけどね一手違いでこれで全部ボーンと。なるほど。というような読みが、はい。いや読むの大変ですよねこんなのね。頭の中でこういったことを考えるの結構、でもねはいそういう読みの練習にすごくなるんです9路盤っていうのはね。だから大きい盤で打てるもう強い人でもこの9路盤でたくさんね打っていくと大きい盤でも実力がアップしますよ。はい。今この状態なんですね。で白はこの羽は打てないんですね。そうそう跳ねたいけど跳ね、だからもし跳ねついてきた時に相手の弱点狙えればいいんですね。これ繋いじゃうと黒勝てないんです。はいということは、繋いじゃうとっていうか、はいこれ繋いじゃうと白に守られて、これはちょっと、黒勝てないんですよ。はい、足りないんですね。足りないんですはい。そこで、じゃあ守りますか。守ってくれば、はい。そこでこの跳ね継ぎに行って、うんこれ大きいんですよ。どっちが打つかでこれ確かに黒が打つと白が守んなきゃなんない。両方とそうも同じ形ですけど、そうなんですよ。これ打てればなんとかなるかなっていう際どいですよこれでもね。はい。白なんといってもここでうまいことやりましたからね。でこういうふうにやってこれ当たりです。これも最後にね気がつかない方も多いんですけどもこれ取ります。はい。そこも大事です。ここも切りがこれありますね。危ない斜めです。打はいたないと黒に切られてこの塊が全部取られてしまう。はい。はい。じゃあどうなったでしょうか。はいじゃあこれから整地ですね。整地してみましょう。はいじゃあ。整地をしました。はい。黒と白が一個ずつ取っていたので、それも埋めましたね。そうですね。取った石をはい埋めますと、これが9で7で、白が16目ですね。黒が黒がここが15ですね。3×5 で15でここが8なの23ですね。 23対はい16、 16。っていうことははい。黒の7目勝ちなので6目半引いて黒半目勝ち。最小差勝でちました。最小差でした。はい際どかったですね。このツケも鋭い手で、うん実はねこれいろいろまだまだ変化があって、はい白が半目勝つような変化もあるかもしれない。はいいろんな変化が、うんあるんですけど、一例としてはい今やったんですけれども、先ほどの、黒が天元から一間飛び、はい先ほどのようになってもね半目を争う。これ予選のまだまだ変化はいろいろあるんですけど、奥が深いですね。それ多くは深いです。はいでそんなに打つ手が決まってこう打てば勝ちっていうのがね、はっきり分かっちゃったら面白くないんでね、こんな風にいろんな碁を楽しんでいただくといいですね。それでは今度はねここに打つ。はい。これもよく打たれるんですよ。例えばこれかこれが非常に多いんでね、これもいい勝負になります。はい。これには、じゃあ同じところに、そうですね。そこへ打ちたくなりますよね。それで、これもね
こういう風な感じになると、こうなってこうなってこうなってこうなると平和ですね。これは平和なんですけど6目半のゴミがあると黒大変じゃないですか。確かにこれ同じですもんね。同じでね、スペースは、はい、もう入れないですからね。でこういう子にはしたくないので、少しこう、頑張りたいわけです。でもしこういう風にやってもらって、なんかこういう風な感じになると、ここが広いからとかこういう風に守るような感じになると、ちょっと黒の方が広いかなっていう感じになるんですよね。なるほど。込み分も頑張れそうですね。じゃあ白もちょっと頑張って侵入していきましょうか。はい。またこういうふうにやるとこういうふうになってくるんで、これ同じですね。ただちょっとお互いに入れるからまだまだ簡単ではないけど、またつけた方が石が張ってるかなと。じゃちょっとこの間をしっかり守りましょう。これはね非常に平和な進行なんですが、またつけですよね。はい。でこっちが黒、こっちが白で、割合分かりやすい進行になるんですが、結構ねここ勝負どころを迎えてるんです。あ、本当ですか。これ実はもう半目を争ういい勝負になってるんですけども、例えば非常に穏やかに、こういうと穏やかですよね。穏やかですね。これは間が気になるのでしっかり守ります。ほら同形でしょこれ。よく見ると白黒。あ、本当ですね。天元が開いてて。同じ形です。ね、なかなか6目半のゴミは、黒にとって負担になりそうですね。確かに6目半って大体このぐらいは白地が確定してるんですもんね。なるほど、うまいことですね。そうですね。これだけ白地が見えないところにあると思えば。そしたらなかなか勝つの大変で。勝てないですか。なんかこことここが残ってますから、先手取りたいからここに打って、全部受けてくれたとして。これは先手を取る工夫でね、ここを打って、じゃあここもう最後ここしかないから、これは跳ね継ぎで、これもしっかりこれは違うんですね。これこうやるとやると切られますからね。これこうですね。じゃあ白もしっかりとここは守りまして、で最後ここを詰めた時、ここね最後になった時に5はねいろいろ事件が起きるので、これでパスするとどうなるんですか？パスするとここ危ないです。斜めがあって詰まってる時って危なくて、ここに来られて当たりです。つなぎますと、でこういうふうにされると、これ逃げてもこれ取られて全部アウトなりますから、なんか守らなきゃいけない。じゃあここしっかり傷守りますか。でこれで終わりですよね。もう入れないですよね。そうですね。そうするとこれ数えやすいですね。黒がね、これが3区27、28、29、30、31。黒が31目です。白はちょっとこれずらしますと、ここにすると綺麗ですね。でこれ3波24、そしてここに1個あるのは26です。26と31。ってことは5目。黒5目勝ってますけれども、6目半のコミって大きいですね。それで1目半、白の勝ちとなっちゃうんです。今黒何も悪いことしてないようですけど、少し踏み込みが足りなかったということなんです。この局面で、このように打ってこうなると、ちょっと黒が6目半のコミを出すのは大変な感じなんですよ。そこでね、もうちょっと踏み込んでここに打つ方が良さそうなんですね。ちょっとこれ以上は侵入してほしくないですね。そうですね。それでここへ打つとこの切りがありますから、しっかりつなぎます。ちょっと減らしましたよね。確かに先ほどここで白がつないでたよりはちょっと白地が、そうですね。減ってます。あとこことここなんですけども、できれば黒は両方この2線の寄せを打ちたいので、そういう時はね、跳ね継ぎじゃなくてこう下がりで打つとね、これ次にねこうじゃなくこう飛び込むって感じですね。これは出てもほっとくとこういうふうになるともう大きく減りますから、下がりだと大体抑えになりそうなんですね。それでここへ跳ねて、これ先手で打ってますね。これつがなきゃダメです。これは切りがいいですね。そうするとこの跳ね継ぎ、ここをどっちが打つかも大きいんですよね。これは、そして白もしっかり一線まで。これ実は微妙な感じなんですよ。このまま今字を数えると、246892728293031ですよね。白がこのまま全部字だと1718192025なんですよ。
31対25。白が半目勝てる。なんだけども、ここで黒が8、ここへ行きました。ということは、ここを白が手がいるかどうか。もしもここに白が傷があるから心配で守った場合は、いや、白は守んなきゃいけないんです。守んなきゃいけないんですか？もし守ると、この字が、黒が、31ですね。はい。白が24になります。24。で、盤面7目で黒半目勝ちになる。じゃあこれ、じゃあ打たないですよ、パスしますよ。はい。って言われた時に、ここに手があるかどうかが勝負になるって。なるほど。まあそういうね、まあ字の中に手ありとかね。はい。これも正しく打てるかどうか。ね、正しく打てないでこのまま字だったら白が半目勝ちになる。で、これどっから打つかっていう、これ際どいですよ、これ。はい。こういう風に打って。これは当たりなので、つなぐ一手ですね。だけどなんかこれ、ね、手になりそうもないですよね。とても生きられないし。白石多いですよね。で、白これ4手もあるからね。はい。4つも並んでるとなかなか取れないんだけども、こういう風に打ってみます。ちょっと、じゃあこっち広いので、こっち止めていきましょうか。これで黒は1、2、3手で白1、2、3、4なんだけれども、黒ダメそうなんだけど、こっちへこう頑張っていくんですね。これ以上来ないでと。際どいですね、これ。いや、すごい際どいです。あれでもこれ3対3になってますね。3対3なんだけどね、うまくやらないとダメなんですよ。例えば、こんなことをやると、はい。これは次どうするんでしょうか？白が、いや、やってください。例えばじゃあ、そこに来られちゃうんですよ。そこに来られて、これこう詰めてきますよね。あ、でもこれ入れないですね。入れないです。ってことはこっち狙うしかない。詰められて、これここに打つと取られちゃう。本当ですね。取れますね。ここに打っても取られちゃう。取れます。あれダメじゃないか。ってなるんだけど、いや、ところがですね。だからこういうところは。ここはダメなんですね。ここで黒にいい手が。こんなの見つかったら、アマチュアで言うと高段者ですね。5段、6段っていうレベルですけどね。じゃあ今はすごく高難度な、そう、ものすごいレベル高い話を。まあ、プロならすぐわかりますけど、これはここへこう跳ねる。こうやると白にここに来られるか。敵の急所は我が急所ですか。こうやってね。これは抑えるしかないですね。これも次にここに打たれて生きちゃうから、ここに打つわけです。黒はこっちを狙ってるんですね。取った時にこういうふうに打つ。これ一体何だろうと。これこう例えばつなぐと。これはここに打って。これは2個取れますが。2個取るけどまたここに入れると。これあと1手で取れるから。1対2なのでこれ白ダメですね。ということはここで告げない。今こうなった時に。つなぐと取られちゃうからこっち行くんですよ。で、取るわけですよ。これこうですが、こうですね。こうっていう格好ですね。こうです。だけど、この白が全部当たりになってる。なるほど。で、今、これ、コウ材ってのはどこにもないんですね。どこに打っても取られちゃいますか？どうかこの辺に打ってもこれ全部これで、ボーンと。取られますね。これおしまいですよね。これ生きたとしてもダメですね。だいたい生きられそうもないし。なので、だから、それはね、ものすごい、多分アマチュアの方でそこまで読める人ってほとんどいない、よっぽど強い人しかいないと思うんですけども、そのくらい難しい問題がそこで出てくるんですよね。だからまあ、それは、それぞれの方の力に合わせてやっていただければいい。自分が必要だと思ったら、つなげばいいし、大丈夫だと思ったら、手抜けばいいですね。相手がやってこなかったら勝ちなんですから。そうですね。ここで、勝敗が変わるので。でもそのくらい微妙だということです。ここはこう打たなきゃいけなくて、これでもう一回数えてみますと、31目対24目で、盤面7目黒勝ちで、込み入れて6目半引いても黒の半目勝ちになると。まあそういう結果になったわけです。これは割り込んだことによって、まあ少し得をしたと。割り込まないで伸びて次だとちょっと白が勝ち。まあそのくらい微妙なんですけども、まあここで取り上げたのは、まあいろんな例の中のごく一部なんですね。で、この他にいろんな変化があって、まあこの後でもまた、これじゃ白負けちゃうから、もうちょっと白からの対策もあるんですけども、それはいろいろ打ってみて、また研究してみてですね、いろんな碁を打ってもらうと、これは初心者の人でも、プロでもね、プロに近いうんと強い人でも十分これ楽しめる。しかも、あれですよね、こう打てば勝ちっていうのが分かんないですよね。なかなかそこまでは、ちょっとレベルが高い方でも大変なことですよね。まあ女流プロの9路盤大会っていうのね、
またやりますし、はい、ぜひそういうのを見ていただいて、プロでも結論が出ないような奥深さもあり、そして、初心者の方にもすぐ楽しんでいただける9路盤というのをね、大いに使っていただきたいなと思ってるんです。はい。ちなみに先生、真似語ってあるじゃないですか。9路盤だとどうなんですか？そうですね。はい、ここに打つとこうやって、はい、あと全部真似されたら、6目半の込みがあったら大変かなと思うかもしれないけど、はい、ちゃんと対策あるんです。教えてほしいです。これでいい。こうやってね、こうですよね。はい、それでここへつけたと。じゃあつけたらつけてくる。そう、白がずっと真似したら。なんか嫌ですね、こんなことされるとね。で、ここに打ったら、同じですね。全部真似していくと、天元だけ残っちゃうと6目半はとても込み出ないんですけども、これ対策あって、こういうふうに打って、これも同じですね。こうやった時にね、これいろいろあるんですけどね、ここに打ってみるんですね。これはじゃあ、これは大体こっち渡る手と渡る手があるから、これ自体いい手なんですけれども、これ下がったらこっちを狙ってますか。こっち渡れるということがありますからね。全部真似してきたらこうやって、こうやってこう取るでしょ。はい、で真似語対策のコツっていうのは、最後に天元に打つ手がものすごくいい手になるっていう形に持っていくんです。白が唯一真似できないの天元ですね。そうここに打つ手がもう自分がつながって相手を切る絶好の手になるじゃないですか。そしてここに来てもこうやって出てきても、でこうなるとね、これはあとは打たなくても大きい字でこっち小さいから明らかにこれは大差で黒勝ちになりますから、こんな真似語対策もね、一応頭の片隅に入れとくといいですね。これは強い方向けですけど。先生、ちなみに実力差がある場合のハンデの付け方ってありますか？そうですね。ここにね、私が考えたハンデ表っていうのがあるんですけれども、同じ9の場合、同じ9とか段の場合は、黒が6目半込みだし、それは同じなんですね。1級差は線で打って黒が3目込みだし、2級差が線と、こういうふうにこうやっていくんですよ。で、7級差で2子、12級差で3子、17級差で4子というふうにやっていくと、これね、ちょうどいいっていうのは、これ私の経験上なんです。若干下手が有利かもしれないけれども、でもそのくらいのがいいですよね。下手の方が勝ちやすい。一番40級差ってことは普通ないわけだけど、一番下が30級として、プロを九段としますと、プロ対30級が打つと38級差。そうするとね、これないんですけど、38級差は8子で、白が込み出し3目になるのかな。そういう手合いになるんですが。いいですね。なかなか9路盤のハンデのこういったものなかったので、すごくこれ前私考えて、実際に私の教室の生徒さんなんかとやった感じで、7級差っていうのはアマチュア2段の方がプロと打つときに、これの2子でちょうどいいと。そんなことから作ったんですけどね。で初めての人に、ここから9子から始めて、黒が勝ったら減らしていくと。8、7、6、5、4、というふうに減らしていくと。3、2と。こうやって勝ちながら減っていくと楽しいですよね。そうですね。こういう楽しみ方もあって、僕はハンデがつけられるっていうのはすごくいいことで。ただ大きい盤の場合には、1級差1目っていうことで、1段級差1目でいいんですけども、これ微妙に込みでね、調整していくと。こういう方法を取ると、非常に公平にできるし、気力が違っても楽しく打てる。こんな方法もね、使って楽しんでいただけるといいですね。こういった細かいハンデの付け方ができるのが本当囲碁の魅力でもありますよね。そうですね。ぜひこれでぜひ皆さんいろんな方とハンデをつけたりして楽しんでいただけたらと思います。そうですね。9路盤いろいろお話してきましたけどね、ここでお話したことを応用して、強い方もそれから初心者の方もね、これで楽しんでいただけるとね、どんどんこの碁の裾野が広がってくると思います。ぜひ9路盤を楽しんでいただきたいですね。